皆さんこんにちは。小垣子です。今日はこちらのすごい簡単なクリスマスシュシュの編み方をご紹介していきたいと思います。こちらは目の数を数えたりする必要とかも全くなく、とにかくすごく簡単なシュシュになっています。なので初心者の方にもぜひぜひ編んでもらえたらなと思っています。必要な材料はこちらになります。毛糸は赤と白の2種類が必要になります。で、私のおすすめは、毛糸の太さですね。は赤い方を太く、白い方を細い毛糸を用意しておくといいんじゃないかなと思います。今回私が用意した毛糸はどちらも家にあったものなんですけれども、こんな感じでかなり赤い方が太くなっていて、で、かぎ針はそれぞれの糸に合わせたかぎ針を使っていくんですけれども、今回私は赤い方は 6mm なので10号のかぎ針で、そして白い方は4mm なので7号のかぎ針で編んでいこうと思います。なんですけれども、皆さんは皆さんのお好きな毛糸、それに合わせたかぎ針で編んでいってください。でもし赤い毛糸太いの見つからなかったなという方は、お持ちの細めでも大丈夫なので、その毛糸を赤い毛糸を2本取りにして編むようにしてください。で、あと必要なものは輪っか状の髪の毛のゴム、ハサミ、とじ針になります。で、今回の作品の面白いところというか簡単ポイントは、白い毛糸をちょっと私は見当たらなくってちょっと作れなかったんですけれども、ふわふわとかモコモコとか普段編みにくいとされているような毛糸、こんな感じの毛糸ですね。これは白じゃないんですけれども、こんな毛糸で白い部分を編んでもらっても可愛いんじゃないかなと思います。というのも、このシュシュはまず赤い部分から編んでいくんですけれども、その後に赤の上に白を編み入れていくんですね。なので白がどんなに編みにくい素材、例えばこれなんかもちょっと普段は編みにくいとされる素材なんですけれども、白い毛糸をそういう編みにくい毛糸で編んでもらっても、針を刺して編んでいくところ自体は赤なんですね。白い毛糸の編み目を見て探してというところは最後の引き抜き編みのところだけなので、ユニークな白い毛糸を使っていっても楽しい可愛いシュシュができるんじゃないかなと思います。では編んでいきましょう。まずは赤からスタートです。まず作り目を作るんですけれども、皆さんのお好きな作り方で作っていただいたらと思います。私は、まずこの糸を手前から向こうに押して、でくるっと持ってきて、重なってる部分を左手で押さえます。そして糸をかけて引き抜く。そうしたらこの糸端を引っ張って作り目が出来上がりました。そうしたら、髪の毛のゴムを持ってきて、毛糸が手前、ゴムが向こうになるように持ちます。そして、まずはこのゴムの輪っかの中に針を入れます。手前から向こうに針を入れて、糸を引っ掛けて持ってきます。そしたらこの持ってきた糸で針にかかってるループを引き抜きます。この時この作り目の湯分け目を持ってると安定して引き抜きやすいかなと思います。これでゴムと糸がつながりました。そうしたらここから、鎖編みを3目編んでいきたいと思います。この糸端を左に来るように持ってきておきましょうか。鎖編みなので、針に糸をかけて引き抜く、針に糸をかけて引き抜く、糸をかけて引き抜く、3回編んだら次、ここから繰り返しが始まります。まずは長編みを編みます。でこの時、この糸端ですね、
これも一緒に編みくるめていったら後で糸処理をしなくて済むので、このゴムに沿うじゃないですね、ゴムに沿うように糸も一緒に糸端もこう持っておくといいんじゃないかなと思います。そしたら長編みを編んでいきましょう。針に糸をかけてから輪っかの中に針を入れます。そして糸を引っ掛けて持ってきます。そうすると針には糸が1、2、3本あると思います。そしたら針に糸をかけてまずは左側の2本を引き抜きます。1、2、次糸をかけて残りの2本を引き抜きます。これで長編みができました。そしたら次鎖を1目編みます。針に糸をかけて引き抜きます。あとはこれの繰り返しです。長編み1、鎖1とずっと編んでいってください。なので針に糸をかけてから輪っかに針を入れて糸を持ってくる。そして針に糸をかけて左側2本、もう一回糸をかけて残りの2本、そしたら鎖1というのをこのゴムの、私の場合黒なので黒が隠れるぐらいぐるーっと一周ずっと長編み1、鎖1と編んでいってください。ぐるっと一周編み終わりました。そしたら、作品がねじれていないことなので、こうぐるぐるっとなったりしてねじれたりしていないことを確認して、ねじれていたらこう指で簡単に戻ると思うので、全部こうねじれてないかを一周ぐるっと見て大丈夫だなとなったら、編み始めのところに引き抜き編みをしたいと思います。で、どの目に入れていいかわからないなという方は、この最初の鎖編みと一番初めに編んだ長編みのこの間ですね、ここに針を入れてもらって引き抜き編みをしてもらっても大丈夫です。なんですけど、一応目に入れる時は鎖編みがあって長編みがあったら、この長編みのすぐ右隣、この長編みのすぐ右隣の上に針を入れてもらって、で引き抜き編みです。鎖編みの3目中の3番目ですねに引き抜き編みをしたら、ちょっとこの目を目立ってほしくないので、針にかかってるループを押さえてこうキュッキュッと行ったり来たり 2,3 回すると目が小さくなると思います。そうしたら、もう赤は終了になるので糸を切ります。そしてほどけないように針に糸をかけてからピッと引き抜いて糸端を引っ張ります。そしたらこの状態で次に進むのではなくって、まず赤い糸の糸処理を今のうちにしておきたいと思います。糸処理はとじ針を持ってきて、どこでも私が説明するとかなり適当になるんですけれども、どこかにこう針を、私は何縫いでしたっけ、波縫いのようにこう、まずは鎖の頭部分何箇所かに入れて、でその後ちょっと下に行きましょうか。ちょっと長編みの中とかに通して、であとは黒いゴムのところにちょっと通してみて、こんぐらいでいいですかね。そしたら針の尻尾に糸を入れて引き抜く。でちょっと引っ張って、で出てる部分の糸を引っ張るんじゃなかった、切って、よいしょ。でこれで赤い部分は完成です。
続いて白い部分に移りたいと思います。そしたら針を変えて白い糸を持ってきます。そしたらまず作り目をします。そしてスタート地点はどこでもいいんですけれども、ここから先はすべて、長編みと長編みの間なので、鎖1目で飛ばしたとこですね。この間に針を入れていきます。なので、ここからにしましょうか。この長編みの縦の棒の間ですね。この空間に針を入れて糸を持ってきます。そしてまずは細編みからいきましょうかね。そうしたら、今針にはループが2本あるんですけれども、そしたら糸をかけてこの2本じゃないですねすいません、2本を引き抜きます。そしてどうしようかな。これはもう皆さんの糸のバランスとかどれだけモコモコさせたいかによるんですけれども、私は今回鎖4でいきたいと思います。ちなみにこれなんかは鎖3で編んでるんですけど、それより糸が細いので鎖4でいきたいと思います。細編みを編んだら鎖を1,2,3,4と編んで、次針を入れるのはこの長編みとこの長編みの間、ここですね。ここに針を入れて、まずは細編みです。糸を持ってきて針に糸をかけて2本引き抜く。あとはこれを繰り返していってください。細編み、鎖、多分糸のバランスにもよるんですけれども、鎖3から5ぐらい編んでもらって、私の場合は4、1、2、3、4と編んだら、次の長編みと長編みの間に針を入れて細編みというのをずっと繰り返していってください。一周ぐるっと鎖編みと細編み編み終わりました。そうしたら最後は白の一番初めの細編みですね。この2本下にピッピッと出てると思うので、その上の部分に針を入れて引き抜き編みをします。はい、そうしたら次糸を切ります。で、ほどけないように1回引っ掛けてからピッと引き抜いて、これで完成です。このままだと糸端がビヨンビヨンと出てるので、先ほどの赤と同じようにどこか目立たなさそうなところに針を入れていって、私は並縫いにしましょうかね。ここら辺も皆さんがお好きな終わり方があったら、その終わり方で終わっていただいたらいいんじゃないかなと思うんですけど、私は並縫いを何回か上の鎖編みのところに編んでいって、最後はこの細編みのところに刺しましょうかね。ブスッと。そしたら今回は編み始めと編み終わりの2本同時に糸処理をしてみようかなと思います。1本目、よし、2本目。そしたらで、出っ張ってる部分を切ったら完成です。
今回はクリスマスを意識して赤と白で作ったんですけれども、もうクリスマスなんて関係なく、なんか好きな色のコンビネーションで作っていただいてもすごい可愛いんじゃないかなと思います。もしよろしければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、ありがとうございました。バイバーイ。